みんな誰かにおいおいお前最近疲れてないかとか、あと同窓会とかで久しぶりに会った時におう久しぶり、あれなんかちょっとあれやな、老けたんちゃうとか言われたことなかったですか？これ猫背と巻き肩で見た目年齢が老けた証拠なんです。ほんま放置するとやばいから一緒に解決しましょう。どすこいセルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。戦わんのかいと思っている皆さん、実は相撲をやって鎖骨を骨折し猫背になったまま引退しました。ほんま猫背になって巻き肩になると顔がこのように前に出てきてストレートネックになって、おまけにこうなっちゃうと腰にまで負担かかってくるから腰痛にもなって、見ても分かるようになんか老けて見えますよね。だから最悪です。格闘技するならこんなんで強いパンチが打てんようになるし、スポーツする人ならこんなんで呼吸もしにくくなるから呼吸が浅くなり疲れやすくなったりしちゃいます。猫背巻き肩でここまで体の機能が失われるのでほんま注意してほしいです。ここで今回はノブ先生の考えるたった2分2つのズボラ筋を刺激して猫背巻き肩を解消し、体全体の悩みも解消するセルフケアの授業になります。ノブ先生も肩の手術して肩がこのようにグリグリグリって巻き込まれて顔が前に出てストレートネックも発症し、ここら辺の周りの痛みやこりで悩んでいたので、皆さんの気持ちは痛いほど分かります。やから一緒に解決していきましょう。これ立っても座ってもできるのでめちゃめちゃ簡単です。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせなあかんことがあります。猫背巻き肩やからって実はやってほしくない行為があります。このようにいきなり胸を張るような伸ばすだけのストレッチや、なんかもうようわからんけどこの辺が固まるから硬いとこを揉んだり揉みほぐしたりすることです。これほんま飽きません。やる順番がちゃいます。ここで猫背巻き肩の原因と解消の仕組みは、まあ聞くのめんどくさいと思うけど聞いとくと誰かに説明して知ってんでって自慢もできるから損なしです。猫背巻き肩になる原因は肩甲骨の先端からこのように肋骨につく筋肉、小胸筋っていう筋肉と肩甲骨の先端から腕から肩にかけてつく筋肉、後腕筋という筋肉が硬くなって肩甲骨がこのように外に引っ張られて腕も内側にこのように巻き込まれるから、見た通り猫背巻き肩の完成になります。これ横から前からも見て、これは疲れてるように見えるし老けても見えるっしょ。おまけにこれちょっともうちょい見て、首も前に出てるやろ。これがストレートネックっていうやつ。ほんまやばいって。でもこの硬くなる小胸筋右後腕筋は実は被害者でほとんど知られていない他のズボラな筋肉があって、その筋肉がもう怠けるからこの2つの筋肉がかばって被害を受けるから、頑張りすぎて硬くなるのがほんまの原因なんです。なんでこれ知らんかったらみんな被害者だけを伸ばしたりグリグリ揉んでしまうねん。やから飽きません言うとんですわ。ではどうすんねんって言いたなりますよね。なので格闘家整体師ノブ流の考える猫背巻き肩の解消する流れとしては、今回の専門的なズボラな筋肉は2つ。ズボラ筋1つ目は肩甲骨の裏から肋骨にかけてつく筋肉、前鋸筋という筋肉。ここがズボラな筋肉から脱却すると肩甲骨をこのように前に出す動きがちゃんとするので、かばって頑張っていたこの小胸筋の被害が減り、肩甲骨の位置をこのように正します。ズボラ筋2つ目は肩甲骨の裏から肩の腕の方につく筋肉、肩甲下筋という筋肉です。ここがズボラ筋から脱却すると腕をこのように前に出すのがちゃんとするので、かばって頑張っていたこの右後腕筋の被害が減り、肩の位置を修正します。結果この青で書いてるやつの2つのズボラ筋をズボラから脱却すると
簡単に言うと働かせばいいだけです。そうすると被害を受けていたこの赤で書いてる筋肉の癒着も剥がれ緩むから肩甲骨がこのように戻って、おまけに肩腕の位置もこのように正常化するので、猫背巻き肩も解消し、ほんでもう一回よく見て、こっからグーって戻ってきたらストレートネックも解消してるでしょ。その猫背巻き肩が解消すると、もう見た通り背骨の湾曲も良くなるので、結果腰の負担も減って腰痛もなくなっちゃうし、これしたら背骨肩甲骨そして肩の位置まで修正されるから、肋骨がこのように動きやすくなる。要は胸が張れるってことです。そうなったら肋骨の動きがめちゃめちゃ良くなるので、呼吸もしやすいわーってなるから、疲れにくくもなりますし、ほんでいらんかもしれんけど、やはりこうやって綺麗になってくるとパンチもこのように伸びるように打てるから、避けにくいパンチ力も上がる、いいこと尽くしになっちゃいます。ほんまこれズボラ筋ほっといたらえらいこっちゃになるでしょ。それでは脳書きはこの辺でやめといて、早速実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。これ本当に立っても座ってもできるんで、もうなんかシチュエーションに合わせてみんなやってください。まず最初に自分の今の状態をチェックします。そして終わった後にもう一回チェックして、動きとかあとはこうやって押した時に痛みがなくなってれば、ちゃんとセルフケアができてるっていうことになるから、皆さんめちゃめちゃうまくできてるっていうことでもあります。まず1つ目、チェックポイントです。ここに鎖骨があります。鎖骨のとこの下のところからぐーっとこのように肩の方に向けて手を滑らしていきます。そうするとピッて止まるとこがあるんで、そこをグリグリグリってちょっと押してみます。そうすると痛みとかなんか凝り感、あとは気持ちいいとかってなれば、そこの筋肉は硬くなってるってことです。これが小胸筋っていう筋肉です。これが終わった後に緩くなっているとちゃんとできてるってこともなんか分かりますよね。そして2つ目のチェックです。まずこのように肘を曲げてこうやって後ろにどこまで行くかっていうのをやります。そしてここ壁とかあるとなんか大体どこまで位置までが行くのかっていうのは分かりやすいですよね。僕やったら今この辺までだから大体ここの位置ぐらい覚えとけばいいですよね。そしてここがもっとグッと上がるようになってくれば、肩の動き、この前の右後腕筋がしっかり緩んでるってことです。では今から1つ目のズボラ筋、前鋸筋をやっていきましょう。まず手をこのように前に出します。そして肘を曲げていただいて、親指を下にしたような状態で手のひらをこのように前に向けます。そのままの状態で手の甲の方向に手首をこのように曲げます。そして反対の手でこの硬いところですね、硬いところ同士をこう合わします。まあこうやって手を合わすっていうのもなんかいいかもしれないですね。なんか温かみがあります。このような状態でここをグッと押し合います。そして今はこちらの右側の方をやってます。画面越しでは左になるので、こちらの方をグッと押さえたような状態で押し合いっこします。そうするとこの脇腹のところに力が入りますので、そのままの状態で10秒間、10秒かける3回です。ではやっていきますよ。こっちグッとこう押さえます。そしてこっちで押さえるような形です。ギュッと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 です。できるだけ自分の方にこれ指向けてくださいね。もう一回いきます。ギュッと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 です。この時に結構指を自分の方に向けると肩がこう浮いちゃう人がいるので、肩はできるだけ浮かさないようにしましょう。ではラストいきましょう。ギュッと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 です。反対も同じようにやっていきましょう。まず手を前に出します。そして肘を曲げます。なんかこれ見たことありますよね。アイーンみたいな感じですかね。そして手のひらを前に向けます。親指は下ですよね。そして手の甲の方向に手首をこのように曲げます。そして肩浮かさないようにですよね。で指はできるだけ自分の方に向けてもらいます。そしてこちらの方、こっちに押すような形で反対の方ですね、ここの硬いところで押し合います。ではいきますよ。グッと。そうすると脇腹のところに力が入ります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 です。ちょっとこれ入るのが分かりにくいなと思う人は肘を少しだけ前に出してください。そうするとまだ感じやすくなっています。ではもう一回いきますよ。ギュッと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 です。
ラストいきましょう。グッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。これで1つ目ズボラ筋、前鋸筋が終わりました。では2つ目のズボラ筋、肩甲下筋をやっていきましょう。まず最初に少しだけ手を前に出します。さっきはここぐらい出しましたよね。もうちょっと下でいいです。このままの状態で肘を曲げます。そのまま先ほどと一緒で手のひらをできるだけ前の方に向けます。これほんとできるだけでいいです。そして先ほどは手首を甲の方に曲げていたのを今度反対手のひらの方に曲げます。そのままの状態でこちらですね、今右側やってるんですけど、画面では左になりますけど、これ肘を曲げる方向にグッと曲げていきます。そしてこれ反対の手で押さえるような形で押し合いっこします。そうすると肩の前から脇の中のところに力が入りますので、そのままの状態で10秒間、10秒かける3回です。ではいきますよ。グッと押し合いっこ、ギュッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。もう一回いきましょう。グッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。この時も結構肩浮いてる人がいるので、肩は浮かさないようにしましょう。そして少しだけ姿勢を正してもらうとよりいいです。ではラストいきましょう。グッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。では反対もやっていきましょう。まず少しだけ手を前に出します。そして肘を曲げます。そして先ほどと言ったように手のひらを少し前に向けるようにします。今度は手のひらをこのような形で手首の方向に曲げていきます。そのままの状態で肘を曲げる方に力を入れるのと反対で押し合いっこします。そうすると肩の前から脇の中のところに力が入りますので、そのままの状態で10秒間、10秒かける3回です。ではやっていきましょう。この時肩上げたらダメですよ。肩下げたままね。ではいきます。グッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。もう一回いきますよ。ギュッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ラストいきましょう。グッと頑張ってラストですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。いやー皆さんなかなか短い時間やけど頑張りました。ありがとうございます。では終わったんでもう一回チェックしていきましょうか。まずここですよね。鎖骨の下からぐーっと外に行ってここですよね。ここを触ってもらうとさっきよりか結構柔らかいと思います。そして気持ちいいっていうのと痛っていうのが減ってると思います。そうするとちゃんとできてるっていうことにもなります。2つ目ですよね。2つ目はこうやって肘を上げていくやつです。僕の見ても分かるようにさっきよりかだいぶ上がるの分かりますよね。そして体もそんなに僕はこう前にグッといかなくなってこのような形で上がっていきます。こうするとさっき言ったように前鋸筋、肩甲下筋しっかりできているので完璧です。パーフェクトです。そして最後にこのセルフケア後に合わせておすすめな顔のむくみを取るリンパをドバ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 ーとドバドバ流す方向、おまけに首こり肩こりまで対応する方法にもなりますので、最後まで注目して見てちょうだい。これ立っても座ってもできるし、正確にはたったこれだけ、めちゃめちゃ簡単でしょ。この毎日たった両方でも2分の行動力、これがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。ほんま貯めてほしい。ほんまここまで見てくれてありがとう。そしてここまで注目してくれた生徒みんなの高評価、チャンネル登録、そしてコメントが私の最大の原動力になりますので、応援よろしくお願いいたします。ここでお話ししていた最後に、今回のセルフケアと柔軟性も上がり関節の動きも安定するので、後におすすめな顔のむくみを取るリンパをドバドバ流して、そして首こり肩こりまでおすすめなセルフケアも一緒にやってお分かりしていきましょう。まず最初に手をこのように上げます。そしてこうですね、手のひらを壁につけます。そして肘もつけると一番いいですね。そのままの状態で斜め45度ぐらいにぐーっとこのように伸ばしていきます。そうすると胸の前とかこの脇のあたりですね、肩のあたりかな、そこら辺がぐーっと伸びてくるので、ここにリンパの流れがあるので、それがドバ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 ーって流れるんで顔のむくみも取るし、
ここの胸の硬さが取れてくるんで、首とか肩こりにも良くなります。なのでこれも両方合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。